はい、皆さんこんにちは、こんばんは。丸中盆栽です。はい、今回はねこれを買っちゃいましたよ。スプレーガンね、水鉄砲だね。ずっと前からちょっと欲しかったんだけど、やっぱ高いもんで我慢しとったんだけど、ついに買っちゃいましたよね。はい、こうやってね開封していきますよ。開封ね、これ説明書。はい、これが本体でね、こんな感じのやつがスプレーガン、通称水鉄砲ですね。師匠のところにね同じものがあって、よく使ってはおるんだけどね、貸してもらって、やっぱり自分のやつが欲しいでしょね。言っとくけどこれ5万円ぐらいするんだねこれを愛好家とか素人が買っていいのか買って悪いのかはよくわかりませんけど、とりあえずね使い倒さんといかんもんで、とりあえずレビューしていこうかなと思いますよ。はい、これはねそのスプレーガンのね威力じゃないけど、そのレビューをするのにちょっと苔虫取るやつを棚からピックアップしてきた。これは白鳥毛っていうやつですね。これは玉ねぎネットがかかっとるので、こいつをこれもパンツ、通称パンツを脱がして、でこれは作ったスリット鉢ね、スリットダウン鉢、この根がね下から出ちゃってるんでしょ。この根をね取ったらな、取れんね。よし切るかね。これではハサミで根っこ、これ白いもんで、これあれだね、雑草の根だね、ほぼ。はい、こんな感じで雑草の根を切りのね。はい、これね白鳥毛、ちょっとね不用枝と意味枝を軽く剪定していきますよね。だいぶこれも放置しちゃっとったもんで、本当はもっと枝ができてもう半分出来上がっとったんだけどね、傘っていうか三角になってもうだいぶ枝枯れして、こんなありさまですわ。やっぱり放置するとねこう枯れて元に戻ってっちゃうもんね。だから皆さんはねこれを悪いお手本だと思ってね、よくお手入れをして早く完成させてあげてくださいよね。はい、じゃあねこれ苔をね表面の苔をねピンセットでかいて除去していきますけども、でつまめるようなね長い苔も取って、あと取れんようなやつはこの購入したスプレーガンで吹き飛ばしてやろうかなと思っていますんで、皆さんよろしくお願いしますよね。この白鳥毛とかね、ボケとかいろんなヒコバエがこうやって途中が出てくるやつ、要するに株立ち樹形になりやすいやつはね、やっぱり株立ち樹形になりやすいやつは下のヒコバエを伸ばしておくとね上がガレてっちゃうもんね。ヒコバエはなるだけ早くね取って上の枝に栄養を送ってあげてくださいよ。はい、次はねこれ街道、これですよ。これいつも未生何年か接ぎ木だったかな、もう忘れちゃったけど、とりあえずこの
表土の苔をむしって取って、ほんで幹に登っとるやつはまあねある程度こうね残しといて、後でスプレーガンでビュッてやってやろうかなっていうね。やっちゃうよ、もう本当にやっちゃうよはいはい、次はねこれツタだね。ヘンリーツタ、アメリカツタだね多分。こいつもこんなに、これ見て、これ肥料ケースだよ。肥料ケースが見た目わからんぐらい苔むしちゃってるんでね、こんな風になるまでほかっとくのは悪い人だね。はい、こうやってね取れる苔はささっとむしって取っておきますよ。でこれもねこの鉢に入れて何年 4,5 年経つのかな。やっぱりこの根の行き場がないもんでね、この座がでかくなってくるんだよね、こう岩みたいにほいでどんどんなんちゅうの鉢ギリギリまで攻めてくるんで、だから粘りを作りたいのは作りたかったらやっぱ植え替えせずに放置するのがやっぱり粘り早いかな。その代わり枝ができないんだけどね。はい、こう枝を作ってからやる人と、粘りを作ってから枝を作る人とおるもんね。まあそれは好き好きってことでね。はい、次これはね斑入りのノブドウだね。これも肥料ケースを外しのでいっぱい雑草がねあるんで、この雑草を取ります。ピンセットで、これ大寒天で買ってきたピンセットでむしり取っちゃって、これいろんなねスミレとかカタバミとかいろんな雑草が入ってくるもんね。まあ、そんなやつもういらんもんでどんどん取っちゃって、でこれもね粘りもね苔むしちゃっとるとね腐ってくるもんね。なるだけこうね苔を除去してあげて、で粘りをこの一番いいところだもんね。粘りを強調してあげるといいところを、そうするとよく見えるんだけど、俺の場合はもう漏れなく放置しちゃうんで、いいところを隠してただの苔玉みたいになっちゃう。いかんでしょこれは。ダメよ、ダメね。はい、じゃあ軽く剪定していきますよ。これもねこの時期今冬ってか寒くなってくると、まあ見ればわかるんだけど、この赤い軸の部分とまあ茶色になった木の部分と分かれるもんね。まあ、赤いところはねほかといてもポロッと取れるし、グッ枝指でちょっとこう持つとねポロッと取れるもんね。まあそういうところで剪定するか、もしくは輪郭を見てやるかっていう感じですけど、これもね石についてるわけじゃなくて、これ全部粘りだよねこれな、こんな風になっちゃうよ座が。はい、じゃあねちょっと角度を変更しますんでちょっと待ってよ。はい、角度変更で、これ白鳥毛、こいつもまあちょっと値上がりみたいになって石漬けみたいになっとんだけど、これ決して石につけてるわけではなくて全部根だれね。はい、こいつをねそうこのスプレーガンで苔を取っていきますよ。このつまみをね回すと絞るとねパターンが狭くなるもんで水圧が強くなる。そしてこう緩めるとパターンが広がって水圧が弱くなるって、そういう感じだもんね。あんま強くするとね
樹皮っていうか木の皮がめくれちゃったり、細かい根がちぎれて飛んでっちゃったりするもんね。そのぐらいこう強いもんでね、気をつけてこう作業してくださいよ。だんだん苔が取れんとね、向きになってどんどんノズルを近づけると穴が開いちゃう場合があるので本当に気をつけてよね。はい、こう苔をね除去していきますよ。どうですか？ちょっと綺麗になってきたでしょ。けどあんまりやりすぎるとこう白くなっちゃって、なんかこう古木感がなくなって新しくなりすぎちゃう、若返っちゃうでしょ。だからそこもやりすぎ注意でね、こう難しいところなんだけど、まあそうだね、すぐ飾る予定がなければまあ綺麗にしてやってもいいと思います。はい、鉢にこう当てるとね、鉢も綺麗になるので、はい、こんな感じでね、自作のスリットダウン鉢に入れとったら、なかなかこうね柵が乗ったっていうか、まあどう、まあ粘りにはいいかもしれんけどね、あまりにもほったらかしすぎちゃって枝がだいぶ枯れちゃって、もうなんか何年か前に戻ってた感じだね。木自体は太くなって粘りは大きくなったんだけど、枝が少なくなっちゃって、まあその辺がねちょっと悲しいかなっていう感じなんだけど、まあ手入れしん自分が悪いもんね、誰にも文句言えんもんね。はい、そんな感じでございます。どうですか？だいぶ綺麗になったでしょね。こんな感じでお掃除していきますよ。はい、こんな感じでね綺麗になりましたよ。まああんまりやりすぎるとね、何でもねやりすぎはダメだもんね。よしと。じゃあね次行きますよ。こいつはカイドウね。こいつもやっていきますけど、こいつは挿し木か何かで、まあ 2,3 年だと思うけど、まだね皮が来てなくてつるっとしとるもんでね、苔もね取れやすいもんね。こうやってつるっと取れますよ。これが本来のね姿だよね。そろそろこれもね針金外さなあかんね。骨格はある程度できたような感じだからね、あとは枝を増やしていかなきゃかなと思います。はい、次はねこれツタ、多分これねアメリカツタだと思うんだけどね、何回か飾ったことあるけど、これもねこの鉢に入れてもう 4,5 年ならんかな、そのぐらいかな。もっとね細かったんだけど、やっぱりその同じ鉢に入れて放置しとくとこの根が伸びれんもんで、もうどうしてもね座が太って上にこう盛り上がってきて、だからまあ座はできるんだよね。こんなに座はでかくなかったもんね。やっぱこの3年4年ぐらいでもう座が 1.5 倍から2倍ぐらいに大きくなりましたよ。だからこう座を作ってそれから枝を作るとかね、枝を作ってからなんとかね、まあそれはやり方はいろいろあると思うんだけど、まあとりあえずこのもう鉢いっぱいまでこう粘りができると、まあ見た目はかっこいいんだけど、
やっぱりこの飾るとなるとあんまりこのごついやつばっかじゃねまああれなんで、だって細いやつも入れの、太いやつも中くらいも入れて、なんとなくこうね全体的なバランスで飾るのがこうミニ盆栽とかね商品盆栽だと俺は思うもんね。なんかこう棚いっぱいにね窮屈に同じような大きさのやつをねバチバチバチってはめるだけだともうなんか息苦しくて、俺はああいう飾りあんま好きじゃないんだけど、一個一個はねすごい木なんだけど、なんかねこの棚の中ギリギリにね飾り棚の中に挟まってるような感じがして、空間がないようなやつがねなんか息苦しくて見とっても、だからその空間遊び、その部分を楽しむのがなんかミニ盆栽とかの商品盆栽とかの醍醐味じゃないかなって最近なんかそんな感じに思い出してきましたよ。はい、まあだいぶ綺麗になりましたはい、次はねこれまた同じようなね、こいつはノブドウ斑入りのやつね、斑入りのノブドウのまあこれ石、こいつも石につけたわけじゃなくてこれ全部座なんだよね。だからまあやっぱりこの鉢に入れて何年も経つんだけど、同じ鉢でずっと管理するとやっぱりこうやってね根の行くところがないもんで、もうどうしてもこう座の方に逃げてくるっていうかね、座を太くして土台をしっかりしてから上を伸ばして大きくなろうとするのかな。ね、下がヒョロヒョロなのに上をばっか伸びてもねやっぱり倒れちゃうもんね自分が。だから根をどっしりしてからもう横に伸びれんのだったら上に伸びてやるぜみたいなねそんな気持ちなのかな、どうかわからんけどね。はい、だいぶこれね水圧が水がなくなってきたもんで水圧がだんだん弱くなってきたもんで、はいちょっと近づけてやってますけど、これ取れんもんね。ちょっと長いやつはねやっぱり吹き飛ばんね。短くてヘバルチートレスは取れるんだけど、こう長いあれはね取れんよっていう感じだね。はい、水を足してきたもんでね水圧が上がりましたよね。こんな感じで綺麗にしていきますけども、あんまりやりすぎるとピカピカになっちゃうとかっこ悪いもんね。それはそれでね本当にね。はい、こんな感じで過ぎたるは及ばざるがごとしですねですよ。はい、これもなんかすごいね石みたいになっちゃってるね。だからねこういうのもまあね好きな人は好きだけどそうじゃない人はそうじゃないもんで、全てはね自分が好きか嫌いかだけだもんで、人の意見なんか関係ないもんでね、とりあえず自分が好きか嫌いかで判断して進んでいった方がいいと思いますよね。でも聞く耳は持たなかったね。これが難しいんだなあはい、こんな感じでねどうですかこれね、これ根っここうなんかスミレとかこういうのいらんもんね。はい、持ち込みが古いノブドウですよね。はい、こんな感じでね最後までご視聴ありがとうございました。またね次の動画でと思ったけど
やっぱやめたはい、じゃあね、まあもうちょっとだけね綺麗にしてまあ終わっていきますけども、最近ねこのライブ YouTube ライブとかいうやつでね、きみちゃんとかあと盆栽ボッサさんとかねよくやっとるんだけど、やっぱああいうのはねやっぱこうずーっと喋る自信がないもんね。丸中の場合はねやっぱりこうやって明るいうちに撮影して、アフレコは夜やっとるもんで、ちょっと一杯やりながらお酒の力を少し借りて、だからねもう真面目な丸中は面白くないもんね。これだからライブ配信だとねやっぱり間が持たんし怖いもんね。5秒沈黙が続くともうなんか怖くなっちゃうもんねだもんでね、ちょっとライブ配信はまあ当分できんと思うけど、まあねでもねこれやっぱ慣れなんだろうけどね、まあきみちゃんもこの間ね横向きにライブをやっとったけど、まああれはあれでね面白いもんでいいんだけど、まあ女の人のがね度胸があるのかなよくわかりませんけど、まあね可愛ければよしだもんね、女性の場合はね。はい、こんな感じでね最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。